リケラードデジョンです。ちょっとね、期間空いたと思うんですけど、タウンホール17がね、対戦相手に出ない現象が起きちゃって、一本途中で動画撮ってたんだけど、レジェンドリーグにね、入ってしまったせいで、序盤、なんか結構終盤だったじゃないですか、期間のね。まあそのせいで最後の方入って、タウンホール17が出ないで、今シーズン変わって、初日っていうところでね、ようやく17が、数個だけ出るようになったっていうところでね、そこから動画にしていきたいと思います。で、今回紹介したいのはね、こちらの編成ですね。ルートライダー編成に、ロイヤルチャンピオンのエレクトロブーツを混ぜたものなんですけど、ちょっとね、もともと紹介したかったのが、この、今いないんだけど、ガゴプリ型だったんですよね。ガゴプリを採用した形の、このルートライダー編成ってちょっと珍しいじゃないですか。でも、ガゴプリがいる間に17を攻めることがほとんどできなかったので、1本しか見せれないんだけど、それプラスキング型っていうのをね、合わせて両方見れたらなと思います。ちょっとね、対戦攻めていったので、そちらも見つつ、レジェンドからね、ちょっとだけ攻めれた17をねえりすぐりのものをね、紹介していこうかなと思います。終盤なので、もうこれ、こんな感じで、てか、1個しかないんですよね。1個しか攻めれなかったガゴプリ型で、タウンホール17を攻めることができたのが、逆に17攻めれないっていう、トロ上げをしてしまったばっかりにというね。で、まずは、ロイヤルチャンピオンで削りを入れていくんですけど、これ割とね、なんか雑でもいいし、そんな、なんか爆アドを取りに行くっていうことを目的に削りをしなくても大丈夫だなっていうのがやってみた感想でしたかね。で、僕まだね、この削りとか全然慣れてないんで、感覚的なものをね、もうちょい掴んで、どのタイミングで消えるとかね、その辺もっとね、連動をこなしていかないとなって思いましたが、こういう系の編成やる上ではそういうのマジで大事だよね。で、なんか援軍はネクラだったので、外周部寄せてバルキリー処理。本来的には、スーパーバーバリアンとかが、スーパーユニット枠として入ってると結構もっと便利になるかなって感じなんですけど、スーパードラゴンとかものね、方でね、ちょっとスーパーユニット枠を消費してたので、ウォールブレーカーだけっていう状況で一旦この編成ですね。で、ルートライダーラッシュ、レッツゴー。基本は10日兵士の方がね、強いかなって思いましたが、あまりにもシューターが刺さるような配置にはシューター刺した方がいいかな、みたいな感覚。パワー的には10日兵士は結構強いなって思いましたね。ワンチャンなんだろうね、新兵器とかもね、もしかしたら強い可能性がありますからね。で、普通のルートライダーラッシュよりも、てか従来のスーパー、ルートライダーラッシュよりも、呪文の構成がね、少ないと。初手のロイヤルチャンピオンに呪文を割く関係上、内側で使えるレイジの数とかがね、2発のみとかなので、その辺は気をつけて使っていきなさいという形と、この手の編成をするときって、ロイヤルチャンピオンね、ヘイスト薬にして序盤なんか削りを入れるみたいな形が多いと思うんですけど、僕これね、能力使わないでロイチャン回収して終盤に使う方が強いなーって思って、今どうなんだろうね。初手でなんか、インビジブルだけで削りまくるタイプの、このロイちゃんの削りをする編成ドラゴンとかだったら、多分ヘイスト薬一択だと思うんですけど、ホグ人形結構強いなって思います。さあ続けて、これがシューター刺したんだったかな。でも思ったよりちょっとね、ケアをしなかったのでしょぼくなっちゃったんだよね、削りが。かなり外周部にね、こうやって対地クロスが置かれてて、シューターが刺せるようなところがほぼありませんと。なので、対地クロスをロイヤルチャンピオンで削って、で、こういう使い方も強いんじゃないのみたいな感じでね、ちょっと削りを入れてあげたって感じですね。このね、ロイちゃんにインビジブル使わなきゃいけないタイミングと使うタイミングっていうのの使い分けが結構難しいですよね。今のもなんか、初手これ、マルチアーチャーター隠してこっちに誘導させた方が良かったなと見つつ思いって、でもこれで足りてるから十分なんですけど、で、この後どうしようかなって考えて、攻めながら考えるっていう。で、もろもろ出してっていう感じですね。で、さっき説明になかったんですけど、ガゴプリ型ってガゴプリどうやって使うのっていう話ですよね。ガゴプリもね、これね、本体に入れてくんですよね、サイドじゃなくて。それ面白いなと思ってね、やりたいなと思った編成だったので、ちょっと、久しぶりに編成いじって攻めてるっていうような状況です。援軍はここもなんかネクロアイゴレみたいな組み合わせでしたね。
で、ロイヤルチャンピオンロイヤルちゃんじゃない、ウォーデンがね、いいタイミングでトーム打つことができて、まあ、ユニットがね、ばらけるタイミングっていうのがやっぱ一番強いっすかね。で、インビジブルの呪文なんか、基本的になんか4発全部打ち切るみたいなことが初手ね、あんまなかったんで、こうやって内側のロイヤルチャンピオンとかの延命とかにも使ってあげれたり強いのかなって感じ。で、ここはシングライティタゲ入ってるんで、一旦フリーズ。まあ、対地クロスの方のタゲはね、外せないんで、もうここは能力解放っていうところでかわしていきますと。で、キングで穴開けしつつ、裏が触っていって、まあ、ウォーデン今回はポイズンリザード採用してるんですけど、これ結構強いですね。ストライカーがね、あんまいらねえなって思ってるんで、この辺ユニットの編成細かく変えれたら強いかもしれないですね。スーパードラゴンをね、使ってたんですけど、久しぶりに陸編成やって、やっぱユニットパワーすげえなって思いました。ということでね、まあちょっと序盤の配置なんであれなんですけど、ガゴプリを採用した形も一本ね、見ていこうかなと思います。これもシューター採用したんですけど、シューターがまあまあ強そうだっていうところもあってっていうところだったかな。出すまで。レジェンド30秒考えるからね、一旦。まあ、これで、おおよそ6時の方向を削って、反対サイド削って、真ん中突っ走るみたいな形を作っていったんですけど、まあ、一旦ロイヤルチャンピオン。で、外周部のね、施設が結構離れてるとね、フォックスだけターゲット取られちゃうみたいなことが結構あったりするので、この初手のインビジブルの位置っていうのが結構大事だなって、僕初めてやったんでね、これ。多分これいらんかったんよな。これ初めてやった日の初日のアタックとかなんでね、ちょっとこの辺めっちゃ下手くそっすね。難しいわ。この編成やってこなかったんで、ロイヤルチャンピオンにインビジブルかけたのがね、初めてでしたね、これが。なんかやりながら覚えるみたいな感じで、難しいなって思いつつ。で、なんか、おでんとかも近くにいたので、外周部削りつつスタートっていう形ですね。で、ここ、オーデンと見せかけてここね、ガゴプリいるんですよね。これオーデン出てなくねオーデンいなくね出し忘れてましたね。ガゴプリも一緒に入れてってと。まあ、キングとの違いが、まあ、キングはね、穴開けをできる能力をね、装備でつけれるんですけど、ガゴプリはね、中央で、衰弱能力をつけれるボールを飛ばすことができるじゃないですか。あいつの名前忘れたんだけど。あれが結構強くて、組み合わせとしても強く、まあ、ヒーラーの盾にもなるし、なんか、バルーンとかもね、結構厚めに投げていくので、なんかこの終盤のこれが強いんよね。普通の普段のルートライダー編成は呪文が結構潤沢にあったので、なんか終盤のなんかこういうタゲ取りとかもね、結構フリーズとか、まあ今回余っちゃってんだけど、まあそういう使い方ができるんだけど、まあ、序盤にインビジブルとかね、いろいろスタック関係でリターンとかも使うので、呪文のワック数が普段よりも少なくなりがちなんですよね。まあそういったところに、このガコプリの能力で、まあ実質フリーズのようなものを大量につけてあげることで呪文の節約につながるので、シナジーとしては結構合ってる編成なんですよね。まあ強いかどうかはね、ちょっと試してみないと分かんなかったんですけど、まあそもそものこの編成としての強さがまあ結構あるなって感じたんで、まあ、ガゴプリのおかげで前回取れた、キングのおかげで取れたみたいなところの差が分かりづらかったっすね、正直。でもガゴプリ型も全然強かったんで、ね、機能するとは思うんで、まあ、キングかガゴプリどっちかをなんか工事してもどっちかを使えるっていうところで言うと、なんかヒーロー工事に関してもこの編成は結構強いのかなって思いました。キング工事中にガゴプリ型で全く同じ編成で回せるみたいなの結構さ、キングいないから編成変えなきゃみたいなこと起こるじゃないですか、普通にやってたら。それをなんか無視できるのも結構強いメリットなんじゃないかなって思いましたね、普通に。で、まあこれは2日目になってるので、さっきよりはね、明らかにこのインビジブルの連動が上がっていると。もう一瞬だけ待って、このストライカー潰してもよかったね。で、まあ、援軍釣って、処理をこうなってっていうところで。入りを毎回考えてないんでで、クイーンに関してはね、この、ジャイアントアロー型を採用しています。結構強い人たちがみんなこれを採用してるからっていうのが理由の一つですね。
ロイちゃんもうちょいゆっくりでよかったなと思いつつ出すの。ちょっと毎回早く出しすぎかな。まあ、インビジブルターンの解除、ジャイアントアローのね、目的ね。とか、まあ、ロイヤルチャンピオンで削れなかったところ、まあ、ギリギリなところとかをとどめさしていく役割ができたりとか、まあ、大体初手に打つんで、ヒーラー人形とね、合わせやすいっていうところで、まあ、無難な組み合わせかなというところですね。まあ、安いとかもね、本体の伸びを考えたら削っておくと便利なこともあるからね。ここら辺ちょっとクイーンの延命とかかけてよかったね、呪文あるから。この時ね、多分キング見てたと思うんですよね。キングがなんか思ったより強えぞみたいな感じでキングとロイちゃん見てたらクイーン落ちちゃったんだよね。ここら辺もさ、ターゲット結構入ってるんだけど、フロスティが結構強くて、この内側入れてくタイプのキングのこのフロスティがこの、普通に貫通して突破していくのよね。これ強いよね。で、気づけば呪文もなんかさっきクイーンを延命すればよかったための呪文も余ってるし、ユニットの物量も大量に余ってるしというところで、やっぱね、この編成勢いあるね。数が少ないんでね、これが最後なんですけど、なんだろうな。やっぱ、ホームに乗っかるユニットの総量っていうのが他の編成よりもやっぱ多いなって感じてるんで、まあ、大体外周部回ってる10日弊社とクイーン以外のほぼ全てのユニットがトームに乗っかるって考えると、まあ、そりゃ、軍隊として強いよね。初手に何かね、割いてるユニット枠数が減ってるとかではなく、ヒーローでの最初の削りなんでこれ。これのおかげでだいぶユニットが節約できると。あと、イーグル砲がないっていうのはやっぱタウンホール17はいいかな。攻撃側からしてね。これ多分いらんかったんちゃうワンチャン。まあ、タイミング結構わかんないよね、これ。いつ消えるんだろうと思いながらマジで。絶対これ被ってるよな。全然消えてくんねえぞと思いながら。で、このターミング、次のあれもね、良くなかったんだよね。まあ、インビジブルタワーとか、いろいろエアスイとかね、一応撃てるような角度で撃つんだけど、まあ、モノリスのターゲットをバルーンとかで吸ってあげるスタートの仕方の方が良かったかなと。で、エングはなかなか珍しいものがやってきて、10日兵士のためにマナー強しつつ、まあ、ペッカウィザード部隊も、まあ、外周部ね、やっぱ中央こうやって固まって範囲ダメージのものが少ないんで、穴開けしてあげるだけでも伸びますね。このやっぱトームにこれだけのユニットが乗っかるって考えると相当強いし、なんかやっててフリーズが結構余ることが多かったので、まあ、中央こういうところもフリーズってあげて、で、レイジヒーラー乗っかってね、もともと持ってきてるヒーラー4枚と、クイーンから生まれたヒーラー3体とっていうところですごい量になってますよね。回復量も、物量、ユニットの数も。とんでもない。サイドのなんか伸びとかいうよりはもう中央一点突破して残りの火力でサイドを落としに行くみたいな考え方になってて、実際それができちゃうのが強いんだよな。で、タウンホール側からではなくね、反対からもう普通に突っ走っていくだけで前回が取れるという形で、ユニットというか編成としてのパワーがすごいなと思いましたね、これ。めちゃくちゃ強かった。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいんですけど、またちょっとね、ガゴプリ帰ってきたらガゴプリ型ももうちょっと試してみたいなとか、ガゴプリがね、なかなか使えないんで、ガゴプリのね、これ以外のね、編成もいろいろ使ってみたいなって思ってます。現状はまあずっと工事中で回していくってなると、この編成とか、いろいろね、また新しい突破兵器の方のレベル上げもしていきって、なんか試してみたいところもあるので、一旦ね、おすすめ編成というような形でこちらを紹介したいと思います。というわけでチャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。